よろしくお願いします。よろしくお願いします。NTR あゆとです。はい。例えば足首の柔軟性を上げたいっていう話なんですけれども、立っていただいて、でしゃがんで、つるかな。でつま先方向にこうやって体重かけてって、そうですそうです。で、今気になるのはどっちですかね。で僕は柔らかい方なんですよ結構。そうだね。じゃあちょっと右やってみましょうかね。で、2つあるけど、1つ、右の足ここに乗っけていただいてですね。はい。よいしょ。そうです。で、アキレス腱とくるぶしの間にここ隙間あるじゃないですか。はい。で、ここ上から撫でてくると、かかとの骨の上のへりにくぼみがあります、ね。はい、ありますね。で、ここに両サイドで親指をこうやって当ててもらいたいんですね。まずこうして、そうです。で、人差し指をこの足首のごめんなさいね、曲がりっぱなに重ねていただいてと。で、このまんまつま先方向に膝を曲げて戻してと。そうですそうですそうです。でその時に、ももの骨をですね、大腿骨を人差し指の方向に合わせて前後できますか。で後ろに引く。どうしてもこっち向きやすいんですけどね、こっちに向けて。そうです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 。そうでこれ6から8レップぐらいやりたいですね。そうですそうです。そう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 ですそうです。うまい。あと2レップいきましょう。そうですね。 OK いいですよ。で足を下ろしていただいてと。でこれでもう一回しゃがんでみてください。はい、こっちいいね。こっちいいわ。で前後屈してみましょうかね。立っていただいて体前に倒していただいて、はい、ハムストリングスなんかも伸びはいいでしょう。確かにこっちの方がスムーズにいけますね。で後ろにも倒してみてください。はい、本当だ。右の方がゆるいというか。そうなんです。でこれ反射を使ってるんで反応がかなり広い範囲に出るんですよ。で左もやってみましょう。はい、はい、同じくできるかな。そうですそうです。でかぶせる人差し指は内側を上にかぶせた、上というか下にした方がいいですね。そしてこの曲がりっぱなに人差し指をかけて、でそのまま曲げ伸ばしですね。そうですそうです。いいですね。そうですそうです。4の5の6のあと2回いきます。7の8、ナイス。はい、足を下ろしてまたしゃがんでみましょう。はい、足裏がすごく楽ですね。で左の足首のつまりもないでしょう。そうですね。でこれちょっと前後屈してもらっていいですか。はい、はい、前と本当だ。左いいわ。さっき右と同じ感覚になるでしょ。で後ろにつった時の痛みっていうのはどうだろうかね。腰ですか。ちょっと残る。腰は痛いんですよ。なるほどね。ずっとこれもなかなか取れないですよね。なるほどね。で今一通り治療をして、でもう一つちょっとお腹のね調整をこれからするんですけど、治療が終わってでこういう反射的に筋肉のコントロールっていうのも引き上げた状態でなお痛いって時には損傷があります。ダメージがの。それはね痛みと喧嘩しないようにねって話になるんですね。わかりました。はい、で同じことをやって痛みが、なくなったっていうような時期っていうのが中の、損傷の度合いが軽くなってくるとくるんですね。それまでっていうのはあんまり重いのやんない方がいいよねって感じになるんですね。絶対無理だ。絶対無理だ。この競技やってたら絶対無理だな。でも長くやるときにバッチリやっちゃった時って靭帯切るとかあるじゃないですか。でその後っていうのはその傷が治るっていうと、言ってみたら3週間ぐらいで靭帯もつながってくるというか、ある程度ね、治ってくる。だけれどもそこから元の硬さというか構造にまで成熟するのに3ヶ月かかるんですよね。だからその3ヶ月の間はちょっとレップで稼いで出力は抑えるっていう工夫が必要です。だからベンチプレッサーなんかはトップシングルやっちゃうじゃないですか。やりますね。あれが結構失敗。なるほど。
だからトップはまあ5レップぐらいにしておいて、はい、なるほどなるほど。それぐらいだと1回の負荷っていうのがそこまでではないじゃないですか。はい、そうですね。80%、85% ぐらいまでで切ってもらいたいです。で 95% とかってなってくると、もうその組織自体の耐久度っていうのが、まあ、成熟してないとパチンっていっちゃう。確かに。だからそれを繰り返しちゃうからっていうことですね。わかりました。はい。休みだな。そうだからね、まあ、そのようにこうパッと、ね、痛みを消すっていうのはまあ、ある意味なんていうのかな、現実的ではないですよね。そうですね。やるだけやってみて残る。で動きの変化もちゃんとついてるけど残るってなった時には組織が脆いということなんですね。例えばね、痛みって壊れてなくても出るんですよ。はい。ずっと痛いです。痛いですよ。ね。はい。から関節やばいですよ。も痛いですよね。はい。これ絶対カットしないでくださいね。これは問題ですからね、これ。でもこれ壊れてないですよね。はい、壊れてないですね。構想としてますね。でしょ。でもこれなんで痛かったって言ったら、この引き伸ばされた靭帯なんかがこれ以上この負荷を受けると壊れるよっていうサインとして痛みを出してるわけです、ね。なるほどなるほど。ということは腫れてるってところはものすごく脆いからちょっと触っても痛い、でしょ。でも腫れは引いて、でももうペランペランになっちゃってたらどうでしょう。非常に弱くなってる。脆いですね。そしたらその脆い組織が耐えられない負荷を受けた時には何が出る？痛みが出るんですよ。だから何にしても腫れてるにしても脆くなったんですよ。要は脆弱性というんですけども、脆弱性による痛みっていうのもあるんですよ。でそういう場合はやっぱりね、痛みが出る手前ぐらい、違和感ぐらい、そこを上限にしてトレーニングを組んであげるんですよ。ああ、確かに。だからそこを痛みの壁を突破しようってやっちゃうと、いつまでたってもその脆くなったところがまた壊れて腫れてっていうのを急性期みたいな慢性炎症なんていう状態を続けちゃう。なるほど。そこは一回収めた方が本当はクリアになるほどですね。はい。3ヶ月は全く何もするなってわけじゃなくて、3ヶ月間はその 90% 以上はちょっと加減にしようかなっていうような、それぐらいな感じ。とはいえ 85% でもかなり重いっちゃ重いですよね。そうです。だから痛みがある程度ついて普通にセットが組めるような印象ってあるじゃないですか。ありますね。そこまでいったら、まあ、とりあえずね、違和感上限でどこまでやれるかっていうのを見て、5レップ8レップぐらいのレップの強度って言ったらいいかな、そこら辺に抑えてこう組んであげると。はい。でも試合が近づいたからって言ってまあしょうがないって言ってシングルで 95% とかやっちゃうと、それかなりの賭けですね。確かに。はい。怪我がちになった人ほどそれやってしまうので、そこは気をつけた方がいいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっとしたトピックで。はい。じゃあちょっと、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これからね、あやとさんもイベントが控えてるとかって。あ、そうなんですよ。実は2023年6月の3日の土曜日ですね、人生初なるセミナーが開催されることになりました。はい。で、セミナーなんですけど、パワーリフティングジム、町屋にある鬼ジムさんですね。以前やられた、ケンタさんとのコラボをされた鬼ジムのところで、同じく私もさせていただくことになりまして、そこでは僕が約ね、1年半ぐらいかけてトータルが300キロ以上伸びた方法とかテクニックとか僕が経験してきた失敗なんかを交えて皆さんに3時間ですね、たっぷりと教えていくというセミナーになっております。概要欄に申し込みフォームなど URL ですね、置いておきますね。めちゃくちゃありがとうございます。ぜひ確認していただいて、はい、応募してください。ぜひともお願いいたします。